こんにちは。人生に知恵一つまみへようこそ。このチャンネルでは、心に響く仏教の知恵や人生のヒントをお届けしています。今日は自節因縁と執着をテーマに、心の迷いを晴らす方法についてお話しします。最後までお楽しみください。今後も素敵な動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それでは始めていきましょう。自節因縁とは、すべての物事が定められた時期に成就するという意味を含んだ言葉です。私たちは時に、ある人や状況が本当の縁ではないと分かっていながらも執着し、それを手放せず、深くのめり込んでしまうことがあります。仏教の観点では、執着は人間の苦難の原因の一つとされています。このような内面の執着や混乱した感情から抜け出すことは、思った以上に難しいものです。私たちは自分自身の心さえもわからないことがあります。そのような執着を克服する方法の一つが、瞑想です。瞑想を通じて、なぜ執着してしまうのかを自分自身で深く理解し、その執着がどのような問題を引き起こしているのかを明確にすることができます。法宗宗の僧侶である法常さんは、執着する必要はない。自節因縁が来るときにはそれが成就すると語りました。自節因縁という言葉は仏教に由来し、すべての縁にはその時期があるという意味であり、時が来れば成就するという意義を含んでいます。また、縁の始まりと終わりもすべて自然の摂理に従ってその時期が定められているという意味も内包しています。仏教の中心思想である因果応報によれば、定められた時点で良いことも悪いことも起こるべきことは必ず起こるとされています。釈迦はすべての物事は因と縁が合わさって生じ、因と縁が離れれば消滅すると語りました。因と縁が合わさる時が縁の始まりであり、因と縁が離れる時が縁の終わりだと言えます。したがって、自節因縁がある縁であれば、どれだけ避けようとしてもそれは成就します。逆に、自節因縁でない縁であれば、どれだけ望み努力してもそれは成就しません。その人とは縁がなかったのです。または私たちの縁はそこで終わったのです。縁があるのであれば、どんなに遠くても出会うことができますが、縁がなければ、どんなに近くても出会うことはできません。うまくいっていた縁が突然途切れる場合、それはまさにその縁が尽きたことを意味します。これは運命ともに多概念です。仏教でいう縁は、私たちの過去の行動に基づく結果であり、これを私たちは運命とも呼ぶことがあります。自節因縁は必ずしも人間関係だけを指すものではありません。人生におけるチャンスも一種の自節因縁と考えることができます。チャンスは準備と努力によってつかむことも逃すこともできますが、本当の自節因縁であれば、その時期が来れば必ず訪れるのです。歴史的な事例としては、中国の有名な哲学者である春秋時代の孔子が良い例です。孔子は生前、多くの弟子たちと共に教育を通じて政治改革を追求しましたが、大きな成果を残すことはできませんでした。しかし、彼の死後、弟子たちによってその教えが記録され、論語として編纂されました。その結果、孔子の思想は後世に大きな影響を与えることになりました。この事例からわかるように、孔子の教えは彼の生前には十分に発揮されませんでしたが、彼が亡くなった後、その教えの重要性が強調され、世の中に大きな変化をもたらしました。これは、自節因縁の概念に従い、すべてがその時期にふさわしい時に発現するということをよく示しています。すべての状況を自節因縁の問題とだけ捉えるならば、困難を乗り越えようとする行動を取らず、受け入れて諦める受動的な人生を生きるべきなのか、という疑問が生じるかもしれません。しかし、人生を受動的に受け入れるという意味ではありません。むしろ仏教は、自節因縁でないこと、
つまり私たちが制御できない外部の条件や状況は認め、私たちが制御できる部分については努力と行動を続けるべきだと説いています。したがって、仏教は受動的な人生観を推奨しているのではなく、内面の悟りを通じて、より積極的で正しい考え方と行動で人生を満たすことを勧めています。私たちはまず、自節因縁であるものと自節因縁でないものを区別できるようになる必要があります。そうして初めて、自節因縁であるものを大切にし、自節因縁でないものを思い切って手放すことができます。瞑想は、私たちに客観的な現実と自分自身の内面を探求する機会を与えてくれます。瞑想を通じて、私たちはなぜ執着するのか、そしてその執着がどのような問題を引き起こしているのかを自分で明確にすることができます。これから、皆さんが瞑想を通じて内面を探求する手助けをしようと思います。瞑想に入る前に、まず心と身体を整えることが大切です。静かな空間を見つけて座ってみてください。快適な場所で座るか、横になって楽な姿勢をとってください。目をゆっくり閉じてみましょう。では、瞑想を始めます。深く息を吸い込みながら、今この瞬間を感じてください。自分の呼吸に意識を集中させ、心と体をリラックスさせましょう。なぜ私は執着してしまうのだろうという問いを心の中に投げかけてみてください。自分の心に最初に浮かぶ反応を観察してください。判断しないでください。その執着の根源がどこから始まったのかを考えてみましょう。その始まりが起こった時期や状況、環境を思い浮かべてみてください。その執着は自分にどのような感情をもたらしているのか、自問してみてください。その感情の奥深くに潜む思いや記憶を探ってみましょう。その執着の最大の原因は何なのか、感じ取ってみてください。その執着を持ち続けると、どのような結果が生じるのかという質問をしてみてください。その結果を想像し、それが引き起こす感情の変化を体感してみてください。執着のせいで自分が失っているものは何かを考えてみてください。それらを失うことについて、自分がどのように感じるのかを体感してみてください。私は執着を通じて何を得たいのだろうか、という問いを心の中で投げかけてみてください。執着をやめることで、どのような肯定的な変化が生じる可能性があるのか、想像してみましょう。執着を通じて得たいものを、別の方法で得ることができる方法を探ってみてください。そのような方法を試してみると、どのように感じるかを想像してみてください。自節因縁を信じるならば、私の執着は本当に必要なのだろうか、という質問を投げかけてみてください。執着を手放すことが、現在の自分にどのような肯定的な影響を与えるのかを考えてみてください。現在の状況や環境で執着せずにどのように行動すればよいかを想像してみましょう。そのような行動を始めると、どのような感覚になるのかを体感してみてください。私の執着は、誰にでも起こり得るものなのだろうか、という問いを投げかけてみてください。他の人が自分の執着を見たとき、彼らはどのように感じるのだろうかを考えてみてください。その考えを通じて、自分の執着について別の視点を持つことができたらどうでしょうか。自分自身の執着を超えて、より大きな視点で物事を見てみましょう。私の執着は、私の人生にどのような影響を与えているのか、という質問を投げかけてみてください。執着のない自由さを想像し、その感覚を体感してみてください。執着の反対語は何でしょうか。その言葉が持つ感覚を体感してみてください。その言葉をもとに、自分の心を変えるために何をすればよいかを考えてみてください。最後に、呼吸に集中しながら心と体の中心を見つけてください。深く息を吸い込みながら、
執着から解放されることの重要性を体感してみてください。心の中に浮かぶ新しい感情や思考をそのまま受け入れてください。深く息を吸い込んで、自分自身を癒すようにしましょう。私はより良い未来のために執着を手放すことができるといったポジティブな言葉を心の中に繰り返し唱えてみてください。執着を手放した時の自分を想像し、その感覚を体感してみてください。心の中にある感情をもう一度確認し、どのような変化が起きたのかを感じ取ってください。呼吸をもう少し深く吸い込みながら、今この瞬間に自分の心と体を溶け込ませてください。目をゆっくり開けながら、周囲の環境を徐々に意識してみてください。心の中で感謝の気持ちを持ちながら、瞑想を締めくくりましょう。今日の動画が少しでも皆さんの心に響いたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回も心に残る知恵をお届けしますので、お見逃しなく。それではまたお会いしましょう。